によって部屋って全然変わるんだなっていうね、こんなに景色が変わって、なんか私ここすごいいい部屋だなって思う。はい、ということで今回の週末ビフォーアフターは前回の3階建てのお宅訪問シリーズの続編でございまして、この家がどうなったか皆さんに見ていただきたいんですが、もともとですね、この家奥さんからの依頼で、私お邪魔してるんですね。っていうのはですね、去年自粛期間中、ご主人は在宅勤務になったり、娘さんたちはオンラインになったりとかで、奥さん以外は皆さん家にいるような時間が増えたんですが、この家の奥さんはですね、変わらずフルタイムで外で働いていたわけですね。そんなわけで、家事と、仕事の両立が非常にね、大変だったお母さんなんですが、そんな、状況になって、とりあえず家の中を見直したいということで、お依頼があってお邪魔してるんですが、お邪魔した時に聞いてびっくりしたのがですね、なんとこの家の奥さん、誕生日プレゼントにご主人がですね、私を呼んでくれたということをね聞いたので、なんてね家族愛のある家なんだということで、私ちょっと感動しちゃったんですけど、拝見させていただいたんですが、まず夫婦の寝室が狭かったりとか、あと収納がねどこもなんかすごい使いづらいというような問題がありました。この家の構造上でどうしてもね2階がね非常に散らかりやすい状況にあったわけですね。それをですね、お母さんは一生懸命努力して頑張って片付けてヘトヘトに疲れていたわけですよ。そんなわけで、今回私はいろいろな改善をするにあたり、まずご家族で話し合いを持っていただいて改善していただきたいというところをねお願いした結果ですね、夫婦が疲れない、生活を実現できるように、まず3階の夫婦の寝室と1階の長女のお部屋をチェンジすることになりました。その模様をご覧ください。はい、ということで作業終わりました。お疲れ様でした。ありがとうございました。でもお父さんもお母さんもすごい頑張ってくれたおかげでかなり変わりましたね。はい、もう夢のようです。もう想像もしてなかったような空間になっているのでありがとうございます。まず玄関からかなりすっきりというか何にもないですこの家の象徴みたいな場所なのでね、なるべくここに物は置かない方がいいかなってなった時に、はい、この場所この家の心臓だよって、完全に心臓が停止しておりました、なぜ停止してたか、今思い出してみると、犯人はあなたですあちらの水とこの生協の箱が保管できる場所を作りました。安心してお買い求めくださいここはフリースペースとして使っていただいて、こういうゴールデンゾーンにはね普段使わないものを入れるんではなくて、こう宅配便で届くようなものの定位置としてねちょっと活かしていただけたらなと思います。心臓動いてます。稼働率かなり上がりましたね。それではメインとなりましたこの家の1階部分、どうですか？信じられないです。ホテルみたいね素敵ということで大事なのは、ここに暮らすね2人の夫婦のねものですよね、ということで、じゃあ開けますね。じゃん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 。こここそこの家のトップオブザゴールデンでございます。なんならここ一番最初来た時ものすごいガラクタでしたね。トップオブザゴールデンが瀕死の状態でございましたが、お父さんの下着たちや衣類たちがなんとこの一番手前まであります。なのでもう穴の中に入らなくていいんです。このラインで収まったということで、お父さん一番いい特等席に衣類を収めさせていただいております。その代わりお母さん稼働するスペースを作っておりますので、ここに置いていただいて2階の方に行っていただければ、もう2階が散らかることがないんですよ。このスペースちっちゃいかもしれないですが私の愛です。ありがとうございます。こんな場所ができるなんて夢にも思ってなかったです。お母さんいろいろマーキングしてましたが、何もない私のスペースがここにあるってだけで、もうなんとなく
こう一つの部屋を与えられちゃったぐらいなんか嬉しい、ウキウキする、そうですね、気になるでしょ、そういう意味で言ったらですね、こちらにですね、なんとお父さんのキャンプ&バック、キャンプ&バックというラインを作りまして、お母さんのね衣類はねちょっと下の方ですけど、なんならお母さんここすべてお母さんの場所にしましたんで、ありがとうございます。このライン下まで隠しておきたい大好きなものが入っておりますので、ありがとうございます。これは映しません。こんな感じで3階からお引っ越しいたしました、おめでとうございます。ありがとうございます。もう家の中の空気がちょっと変わりましたよね。本当です。やっぱりね、しんどかったんですね、ママは。物のある場所がですね変わるだけでこんなにお母さんの気持ちが変わるってすごい、やっぱ空間の力って大きいんだなって。夫婦2人でその先のまた大の人生をねもっと前向きにね考えられるんじゃないかなと思ってこういう空間にしました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。そうご主人のこんな大統領みたいなさ椅子と机になったわけですからね、なんか出世した感じしますよね。という感じですね。はい、ということでお嬢さんの部屋行きましょう。どうですか。おーって感じですね。はい、まあね、いやもうそれは下に比べれば狭いですけどね、なんなら素敵に見えますよね。ですね。なんか物が変わるだけで別荘来ちゃったみたいな感じですよね。もともとねセンスのいい娘さんだったから、物によって部屋って全然変わるんだなっていうね。こんなに景色が変わって、なんか私ここすごいいい部屋だなって思う。なんかここでたくさん作品作ってもらって、やっぱお嬢もね飛躍してもらいたいなと思いますね。はい、ということで上はね、2人のねお嬢さんの部屋っていうことになったので、一番気になるところがコラナのその子ですよね。はい、こちらも書いております。なんとクローゼットになります。っていうのはね、奥と手前でちゃんと分けてて、奥は普段使わないもの、あと季節物みたいなのにしてワークション取れるように、こちら3階で洗濯をするということだったので、洗濯グッズとお二人のお嬢さんがね普段よく着るものがここにさっとかけられて、パッと出かけられるようにしといてありますので、便利ですね。ですよね。すごいと思います。まさかのジャストサイズということで、ものすごくこう奥行きが深かったんで、そこはね一番よく使うものを置くっていう風になると非常に頑張らなければならなかったですし、あともう一つ変化があるとしたら、ここにあった棚板一つ外させてもらってます。このね目線のところに棚があるってなっちゃうとですね、奥にも入ることもなかなか難しいですし、こうやってね背丈でね入れると奥のものも手伸ばせば取れますし、はい、この後ろにも結構ありますよ。これ隠さないで見せちゃいます。はい、あそこはお用意ですね、整理していただいて、ロゴはここに何もないように気をつけてください。はい、こんな感じでございます。ということで3階建ての大改造いかがだったでしょうかね。階段の上のホラー穴がなんとクローゼットになりましたね。でもう一つホラー穴ありましたよね。あそこはですね、次女の部屋を通らないといけない場所にあったものだったので、あちらには思い出の品などをね置かせていただいております。で今回はですね、家族の絆が深まったというか、そもそもお父さんの誕生日プレゼントから始まったお話だったんですけれども、私にいろいろ指摘された後に家族でみんなで会議して、お父さんとお母さんが疲れない暮らしをするために2人の娘さんがものすごいね協力的になっていただいてね、家族みんなで協力し合ってね3回1回行ったり来たりしてね頑張って作業してような結果になりましたので、私も本当にね今回この家のお手伝いができてよかったなと思いました。その後になんですが、この家のお母さんから手紙をいただきまして、自分の寝室今はその部屋が大好きになったって書いてくれてですね、私もその手紙を読んで本当に感動したんですね。自分が大好きな場所というのがね作れるというのはねすごい最高だと思いますので、皆さんも、見直してみてください。次回はパラアスリート応援ソングを作詞作曲しています栗山亮太さんのお宅のルームツアーの模様をご紹介します。ぜひお楽しみに。それではまた来週、さようなら。